はい、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ブー太郎です。今日はですね、見てください。じゃーん、トレーニングルームをわざわざ着てきましたよ。はい、でもタイトル見てもらったらわかる通り、今日はですね、ブー太郎のトレーニングルーティーンやっていきたいと思います。ブー太郎は、結構もう一時期、ピークで、身長169センチなのにもかかわらず、もう74キロまで行ったことがあります。で、今、だいたい63とか5、なんかその辺をうろちょろしてるって感じ。63キロから65キロを、維持してるって感じなんですけど、決してね、いい体型っていうわけではないんですよ。見ての通り。そんなに筋肉もりもりでもないですし。細すぎず、なんか普通の体型かなと思うんですけど、一時期はですね、去年の今頃かな。もうちょっと先かな。57キロぐらいまで最高落とすことに成功したんですけど、逆にちょっと痩せすぎてみんなにね、心配されたぐらい、痩せちゃった時期もあるんですけど、今は63キロぐらいをキープしてるかなって感じなので、それはやっぱり、僕食べるの大好きなんでね、基本もうご飯もいっぱい食べてるの多分、ユーブクッキングとかでも見てもらったらわかると思うんですけど、もうデザート食べるのも好きやし、そう、だからね、すぐ太っちゃうんで、朝夜ね、最低20分は、できる日に、頑張ってトレーニングしてるって感じ。たまにできない日もあるから、毎日って言うとちょっと嘘になってしまうんですが、大体でも本当に朝晩やってます。で、なんで20分にこだわるかって言ったら、やっぱ脂肪を燃えるのがなんかこう20分経ってかららしいんですよ。だから最低でも、20分、大体30分ぐらいやるのが理想なんですけど、僕の中では。そう、だいたい20分を最低動かして脂肪を使った燃焼を試みてるっていう感じですかね。で、今日はでもちょっと20分丸々お見せしてもいいんですけど、ちょっと長いかなっていうことで、お気に入りのね、トレーニングっていうか、こう、プランクがあるんですよ。そう、最初に結構筋トレをして、後半に、有酸素運動、ジャンプしたりとか、結構縄跳びとかいいらしいんで、エアー縄跳びとかして、最終的に有酸素運動をするんですが、まずはちょっと筋トレとか、そういう体幹系ですね、をやることが多いので、今日は自分のお気に入りの B ライフさんのね、6分プランクっていうのがあって、だからこれやっとくと、なんか時間ない時でも、最低20分ちょっと今日厳しいなっていう時でも、この今からやる6分プランク、やるとなんかすごい引き締まった感じっていうか、こう体幹がね、こう締まる感じがするので、僕は好きでそれをやってるので、今日はそれをお見せしながら、いろいろ今日あった一日の、愚痴とかお話をしながらやっていけたらと思います。ちょっとね、映像が見づらいけど、新しくないもだいたいこう6分プランクとかの動画ってもう6分プランクをやって終わりっていう動画なんですけど、僕はプランクをしながらこう喋るって感じ。いけるかな、見えるかな、こんな感じで。いけるか。ちょっとわけわからん画角ですけど、じゃあ早速ね、今日あった話をしながら、プランクやっていきたいと思います。謎の動画。秘密基地ならではの。だからこそやろうと思える企画ですね。そう。本格的に筋トレ動画出すならもっとちゃんとした方がいいじゃん、絶対。謎の世間話をしながら筋トレするっていう。なので、多分、ちょっとした声は聞こえてくると思うんで、一緒に、画面越しにね、やってくれてもいいし、本当に今から6分、丸々ノーカットでもちろんやるので、一緒にやる人はやってもらって、ただ見ながら話聞いてくれてもいいし、もうなんか好きに楽しんでもらえたらと思います。では、やっていきましょう。僕はこんなしんどいことをやりながら、喋りながらできるのか、よくわかんないんですけど、じゃあ行きまーす。最初広告から始まるからね。ちょっと待ってね、今広告中ですから。めっちゃリアルじゃないじゃあ行きますね。広告スキップできないバージョンだわ。懐かしくない？インスタグラムの、ダイエット教室を思い出すね。知ってる人は知ってると思うんですけど。ちょっと広告が長いので待ちまーす。皆さん今日もお疲れです。よし。はい、こんにちは。そう、B ライフのマリコさん。これはダイエット教室でもなんならやってましたね、あの時から。そう、30秒やって休憩なしです。今回は6分間で12種目
12種目やっていきましょう。足に衝撃が来る、種目も入ってきますので、もし不安な方は、シューズを履きながらやることをお勧めします。それでは早速チャレンジしてみましょう。はい、やっていきます。じゃあ皆さんやる人は一緒にね、ちょっと見づらいと思うからわからんかもしれないけど、やり方もう見よう見まねでやってください。では行きます。てかちょっと音ちっちゃくします。いきます。こうですね。まずはこう肩の下に肘をついて、こう上下プランクで耐えていきます。これ画角大丈夫なのかな。はい。今日はさ、雨やったんですよ。雨。もう最悪ですよ。雨。もう大雨もいいところで。で、雨といえば、昔ね、職場で、ついこれ、こういう、もう真似して、見よう見まねで、ちょっと会話に集中するから。でさ、昔台風来た時に、うちの職場って、雨なんですよ。雨。だから、違う、意味わからん、ちょっと待って。うちの職場って、雨なんですよ。雨ってどういうこと？なんか、集中、これさ、喋られへんわ。ちょっと待って。次、ジャンプステップです。こうです。この状態で足を開いたり閉じたり、なんかこんなんやってたら、喋る暇がない。助けて。あんま体幹がブレちゃいけないみたいで、上からちょっとブレ気味なんですけど、こんな感じでいきます。で、何を言いたかったって、ブートロの職場って、あれなんですよ。外仕事なんで、雨降ると大影響なんです。次は、この状態で足を上げていきます。お尻の筋肉を使うらしい。で、肩甲骨は開いて、閉じないようにね。なんか、話無理やろ、これ。やるのに必死やし、全然、外仕事なんですよ。で、雨やったんですよ。から進まへん。はい。で、次、サイドプランクですね。肩の真下に向けて、こうですね。この状態でキープ。この間喋れるかも。で、うち、外仕事なんですよ。で、今日めっちゃ大雨やったんですけど、以前台風が来た時に、もうめっちゃ水たまりができたの。もう、20センチぐらいの水たまり。それがさ、台風中継とかって言って、フューチャロと、ついこれ、箸と、いやー、ちょっと待って、びっくりした。もう、最悪。ちょっともう、ほんまやめて。もう、鬱陶しい。ごめんなさいね、今。今どういう状況か分かった人おるんかな。勝手に、多分ゆうちゃろがいたずらで、この間の旅館の時にされたようなドッキリをされた。怖い声特集みたいで、僕はここだよって今聞こえてた。みんなのところで聞こえてたんかな。もうびっくりした。ごめんなさい、ちょっと途中で。もう最悪。ちょっと途中から行かせていただきますね。どこまでやったっけ？もう最悪最悪。よいしょ。ちょっと、ごめんなさい。途中から行きます。こっからね、この状態からの次これです。はい。体格の腕と、何これ、足を、こう、くっつける感じで、いきましょう。もう、そうよ。今日はね、まさに、ゆうちゃろうの、それこそ、愚痴がいっぱいあるんやから、みんな、ちょっと聞いて。そう、以前ね、台風の時に、2、30センチ、次逆です。喋れない。何でした？そう、ゆうちゃろうにさ、
思いっきりね、水をかけられたことがあんねんけど、台風の日に、今日もさ、なんか、ことあるごとに水たまりがあればあるとこに、来たらさ、こうやって豚をね、水をかけてくるのわざと。最低でしょ。なんかちょっと待って。めっちゃしょうもない。同じ。何？お前待って言ってて。ちょっと最悪やねんけど。何こんなとこが。ちょっと、ノー編集やねんから。もう、ゆうたろうがいたずらしてくる。これみんなに伝わってんのかな。ただ、ブー太郎急にさ、筋トレやめてる動画みたい。はい。あと10秒です。これ休憩なしでほんまやらなあかんのにさ、かなりリズム狂わされてる。はい。よいしょ。はい。次はこうです。両足をこう、横の膝を見て、よいしょ。こんな感じで、いきます。忙しい。もう疲れた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なるべく体幹をね、動かさないようにしなきゃいけないんですけど、はい。それとらもまだまだ。はい。次は、肘をついて、自己ひねるやつ。よいしょ。よいしょ。そうですね。そうですね。こうですね。はい。よいしょ。よいしょ。こうです。あー、しんどい。はい。よいしょ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 。はい。はい。次は、これマウンテンクライマー。こう走るやつですね。ちょっともううるさいねんけど。なんか変な音聞こえるけど、もう無視しましょう。こういうことばっかするんですよ。うちの旦那。どう思いますか？で、最後はプランクでキープ。この状態でキープです。めっちゃしんどい。そしてうるさい。めっちゃ汗だく。これだけでね、汗がもういっぱい出てくるんで。よいしょ。終わりました。終わりました。お疲れ様です。これマジで何の動画なん？本当に終わりました。見えますか？もう超汗だくなの見えますか？ほら見える？めっちゃ汗出るんですよこれ。体幹が鍛えられるんでめちゃくちゃおすすめなんで、ちょっと分かりづらかったと思うけど途中邪魔が入ったりしたんで、皆さんもねぜひやってみてください。またねこの動画いろんなエクササイズをやってほしいっていう要望があればまたやるかもしれないけど、なんかもう今日のこの感じもう2回目は大丈夫ですって思われそう。はい。ということで、じゃ最後ストレッチしながら、20分以内に終わるわ。ちょっとストレッチしながら、今日喋りたかったことをじゃあ喋ります。全然喋れなかったんで。今日さ、もう大雨やったんよ。ほんまに。今、大雨の地域、住んでる場所によっては今、被害を受けてる、お住まいのとこもあると思うので、皆さん気をつけてもらいたいんですけど、僕は関西済みでして、もうめっちゃくちゃ大雨でした。久しぶりに。台風並みに荒れてましたね。で、もう仕事もね、なんかうまく進まないぐらいに結構影響を受けてて、大変やったんですが、
まあもうね、ピークはもちろん過ぎたので、だいぶ落ち着いたんですけど、まあそんな中、さっきも言ったけどさ、ゆうちゃおってマジでいたずら好きで、もうそのさ、うちの、倉庫で、倉庫整理してるんですね。フォークリフト乗りながらお仕事が。で、もう結構ボロボロな倉庫なんで、結構雨漏りとかするわけよ。ねえ、場所によっては本当に上から水滴が垂れてくるから、もうもろにかかるみたいな。もろっていうかポツポツね。で、わざとさ、なんか、その場所で、こう、ブー太郎をこう、なんかリフトを使ってその場所にこう、押し寄せたりとかさ、あと、あれ、水たまり、さっきも言ったけど、こう、歩いて移動してる時に、水たまりがあったら、もうわざと、もうブー太郎にかかるように思いっきりパーンってこう足とかでさ、蹴ってさ、水をかけてくるわけよ。ねえ、もうブー太郎はもちろん嫌がるやん。で、またそれをね、喜ぶんですよ。マジで悪循環。もう雨の日って大体そんな感じ。で、昔さ、UV カップルチャンネルの方でも、雨の日の日常みたいな動画上げたの知ってます？あんまり再生回数そんな多くないんですけど、でも何人かは多分見てくれてると思うんですよね、あの動画。あれも結構お気に入りなんですけど、結構帰りのさ、雨の日の車とかって結構さ、超大雨やったら水たまりにこうタイヤとかがさ入った時にプシューってこうなんていうの水しぶきが上がってくるやん。なんかそういうのでなんかアトラクションっぽいなっていうことでなんか2人でさキャーとか言いながら盛り上がって帰ってたことがよくあるんですけど、そうそれをね YouTube でみんなにもちょっとゆうちゃろうの新たな一面としてさ、普段クールなイメージを持ってる人も多いからさ、ちょっと違うんだよっていうとこをさ見せたくて動画撮ったんですけど、うまいことかわされてね、動画撮ってる時は騒がないっていうゆうちゃろうの悪知恵っていうの、うまいっていうかそういうの、そう自分のブランディングをなかなか崩さないっていうかさ、そういう時もあったなって思って懐かしいです。痛い。これ柔軟も大事なんでね、これある意味有酸素運動チックなあれにもなるっぽいからさ、この筋トレとか有酸素運動した後にこう絶対ストレッチもした方が姿勢も良くなるし、なんていうの、そういう燃えやすい体、脂肪燃焼しやすい体にもなるらしいの。代謝が良くなるって言ったらいいのか。そうなのでぜひ皆さんね、柔軟だけでも、なんなら筋トレしなくてもいいから、柔軟だけでもいいからなんかした方がいいっぽいよ。こうやっぱ姿勢がどんどんこう丸く、猫背とかさ、ストレートネックとかさ、そういうのがやっぱりあんまり良くないみたいなんでね、皆さんぜひストレッチだけでも一緒にやりましょう。はあ、しんどい。まあそんな感じ、雨の日にさ、思いっきりいじめられたよっていう話ですよ。ケラケラ笑われてさ、ほんとなんなのよ。うちのダーリンってなんかさ、優しいのか優しくないのか、よくわかんないよね。いててててて。はあ。でもなんかストレッチするとほんと気持ちいいんですよね。なんか、本当に体がこう、普段動かしてなかったらさ、ストレッチするだけでも汗出てくるからね。おすすめです。痛い。あんまり曲がらないんですけど。いててて。はあ、気持ちいいわ。豚はさ、股関節がマジで硬いんだよな。でさ、もう一個口言っていい？今日さ、また久しぶりに家でタコパしたんですよ、晩ご飯。で、一袋いつも買うんですね。それ 500g、確か今日見たから覚えてんねんけど、500g の粉が入ったたこ焼き粉を今日も買ってきて、で、なんかさ、豚だってあの袋半分ぐらいのイメージやったの。とかの2人やったらね。で、それをゆうちゃろうに確認したら、いや、いつも一袋入れてるって、もう、なんていうの、自信満々に言うわけ。なんなら、ちょっと、
若干怒り気味で、なんかブー太郎はいつもその下地っていうの生地を作ってないくせに何を知ってるみたいな感じでさ、もういつも一袋入れてるから間違いないからみたいな感じで、結構なんかさ嫌な感じでさ言われてさ、でもなんかそんな多くないと思って、100g でも20個作れるって書いてたからさ、たこ焼き 500g って相当たこ焼き作れるけどと思って、ブー太郎はすごい半信半疑でさ、あんまり信じてなかったわけで、今日案の定ゆうちゃろが生地作りはするからさ、お任せしてたわけよ。そんな文句も言えないじゃないですか、やってもらってる分で、今日いざ食べ始めて、もう1回目作ります。24個1回で作れるんですけど、で食べ終わってペロッとで、2回目焼きます。でもその時点でさ、まだ生地がまだ半分以上余ってんので、具材もタコと今日ウインナーだけやってんけど、なんか絶対さ、なんかいつもそのタコとかウインナーが足りてないイメージだったんですよ、ブー太郎は。いつも生地がちょっと余っちゃうっていうイメージやったから、これ具足りるんかなみたいなこと言ったら、足りるみたいな、もう余裕やからみたいな感じで言うから、それもちょっと半信半疑で、そうやったかな、なんかいつも足りひんイメージやったけどとか思うけど、ゆうちゃろうが、ね、結構自信満々に言うから、ブー太郎も信じてたんですよ。そしたらさ、やっぱ具なんかもう2周目でさ、ほぼなくなっちゃって、で3周目焼こうとしたらさ、もう急にゆうちゃろうがミスったわみたいな、そういえば思い出したみたいな、この間までそういえば生地のなんか水の量が多分なんか違ったわみたいな、今までの作り方とみたいな、なんか急になんかこう言い訳しだしてしまいにはもうさ、3回目も焼き始めててんけども、3個目はいやみたいな感じで言われて、何それみたいな。で、ブー太郎ももうさすがにもう2回目のもうたこ焼きでお腹いっぱいやったわけだからもう3回目に焼いたやつはもう実はね、今もう冷蔵して明日のお昼に持っていこうと思うんですけど、そしたらさ、もうゆうちゃろうにめっちゃなんか笑われた。たこ焼きをなんかお弁当代わりにこう昼にこんな大量に、24個ぐらいあるからさ、それこそ持っていく人なんかおんねんなみたいな、初めて見たわとか言われてるけど、いやこうなったのは誰のせいとか思って、もう全然なんか反省の色もないね。なんか間違えたわブー太郎ごめんとかさ、そういう時逆の立場やったら、ブー太郎が逆に間違える時はなんかそういうこと言ってくるくせになんか自分が間違えた時はなんかこんな感じかよと思って、そんなね別に怒ってないんですけどただ喋りたかっただけでもなんかちょっとイラってしないんですか？ムカつくっしょ。やっぱブー太郎の言った通りやみたいな。でこういう時の記憶は覚えといてくれへんねん、ゆうちゃろって。自分が間違えてブー太郎が正しかった時の記憶は絶対にもう消去するねんな、すぐ。でもうブー太郎がいつも勘違いして間違ったことだけをもう絶対にもうインプットしてて、こう配信とかでバラされるみたいな感じ。どういう立場可愛いしょうもない口ですでさ、もう最後の最後までイラってしたのが、でもちょっと可愛かったんな。なんかちょっと作り方がそういえば前とは違ったみたい。なんか、そうやわ、みたいな。だからこれは余るわ、みたいな感じでさ、なんかちょっと可愛く、なんか、弁解してたわけよ。だからいいやと思ってさ、そんな別にブー太郎も責めるわけもなく、今ここで愚痴ってはいるけど、よかったけど、そこまでは。でもね、その3回目に焼いてる時も自分がお腹いっぱいになっても自分のこの満足をした瞬間に、今まで 1,2 回目はなんかさっさと焼くの手伝ってよとかも言われつつさ、結構なんかこうテキパキ動いてらっしゃったんですよ、ブー太郎に催促するぐらい。なのにさ、もうね、その3つ目に今ブー太郎がお腹苦しみながらさ、もう泣く泣く焼いてるのはさ、全くもう手伝ってくれへんやんか。もうほんまに賢者タイムの男みたいな、もうなんか一回行ったらもうなんか急に態度変わるやんみたいなぐらいさ、変わってさブー太郎一人でさ24個さ焼かされてさ、もう全然汚いの、全然綺麗な丸にならへん、一人でやってるから急いでくるくる回してさ、一人でやってさ、何なのとか思って、んでさ、もちろんね、片付けもね、今回もさ、もう全然なんかしようとするところが、なんかもう歯とか磨き出して、もうなんか自分は食べ終わって満足したからそれで OK ですみたいな感じやねんけど、どう思う
まあだけど、歯磨いた後に、でもちゃんと洗浄機に入れてくれました。ブー太郎の、それは、なんていうの？ちょっと悪かったとこ。こいつ、もう片付けもせえへんつもりやってちょっと決めつけたけど、最終的にブー太郎がこう、いろいろやってる間に、やってくれました。そう、だからブー太郎も反省。そう、だからお互い様。やばい、20分過ぎたね。うわ、今日も結局25分喋ってる。もうやめよう。ということで、今日は謎の筋トレルーティーンを取りながらの、今日一日あった、変な愚痴大会でした。ではでは、またねー。チャンネル登録やグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。なんか嫌やねんけど、この動画も途中で見返すの、なんか急にさ、キャーとか言ってたやん。めっちゃキモかったやろな。まあいいわ。これぞ、スって感じ。では、またねー。おやすみー。